チャンネルへようこそ。本日はですね、今までずっとコンクリートブロックを売っておりました。コンクリートブロックをコート Python357 マグナムで第1弾を打ちました。で、前回はですね、こちらの動画に貼っておきます。12ゲージショットガンでコンクリートブロックを打ちました。エアガンでコンクリートブロックを打ちました。で、こう言われました。いい加減にコンクリートブロック打つのはもういい加減にしてくれと。コンクリートブロックは秋だと言われました。で、いろいろ考えたんですよね。いろいろ考えて、コンクリートブロック以外で何を打ったら皆さんが楽しんでいただけるかな。僕必死に考えました。で、考え尽くしました。そして今回一つの答えが出ました。僕なりの答えです。それがですね、はい、シェービングクリームです。こちらをですね、実銃で打っていこうと思います。本当にありがたいことで、もうね、いろいろ皆様の方にご視聴していただいてもらってですね、私の方も非常にやっていけるんです。地味の銃コルト Python357 マグナム、こちらで打っていこうと思います。こちらもう見た目ゴージャスですよね。見てくださいね。で、比較的ですね、アメリカではリボルバーを所有している方は比較的少ない方だと僕は思います。やっぱりですね、リボルバー人気はあります。ですがセミオートがやっぱりですね主流なんですよね。というのも、特にグロック、ポリマーガンと言われるものですね。強化プラスチックでできている、そういったグロックとか、グロックが一番ですね人気ですね。ちゃんと理由があるんです。グロックはですね、どこに行っても手に入る安心のグロックですね。それとですね、やっぱりグロックの面白いところで、いろんなアクセサリーがついてる。アクセサリーやカスタマイズをすることができるんです。初期のジョン・ウィックでは私も使用しました HKP30L というものを使用してました。こちらのカードに貼っておきます。 HKP30L のこちらになります。今後ジョン・ウィックのやつも出していこうと思います。で、それ以降、ジョン・ウィックはですねグロックを使用するんですよね、主に。というのもですね、グロックをカスタマイズした銃、非常に高いんです。高価なんです。撃ったことはないです。ですが高価だということは分かります。もう拳銃ピストンのレベルじゃない、もう本当舐めてるのかと、それぐらい高いです。はい、しかしですよ、私はあえて言いたい、私はリボルバーが大好きです。本当にセミオートよりリボルバー派です。一言これを言わせていただきたい。リボルバーを侮らないでね、本当に侮っちゃダメ。このコルト Python357 マグナム4インチというか 4.25 インチなんですが、ほぼほぼ4インチということで4インチにしましょう。この際めんどくさいんで4インチを使用してシェービングクリームを打っていこうと思います。ちょっとドキドキワクワクしております。それで行ってみましょう。結構アメリカでは有名です。チープというか安価で購入することができます。こちら段ボールを用意しました。場所はいつものような射撃場です。いただきました。段ボールを設置してシェービングクリームを置きます。というのもですね、シェービングクリーム結構爆発するんで結構飛び散っちゃうんですよね、クリームが。
壁を用意しました。玉を込めていきましょう。おお、飛んだ。まさに殺人現場っぽくなってますね。いやすごい。カバーしてこれですからね。ここだけ真冬みたいな感じですね。こちらは醤油ピンクリムですね。打ったらきっとできました。後で洗ってどんな状態かお見せしますね。ちょっと掃除しました。掃除というか水で洗い流しました。やっぱり打ち抜いてますね、完璧。すごいですね。いい感じで穴が開いている。これを食らいたくないですね、やっぱり。今回の動画いかがだったでしょうか。やはりコルトパイソン357マグナムかっこいいし、ストッピングパワー申し分ない。打ってて気持ちいいですね。そうなんですよ。射撃の醍醐味がですね、やっぱり打ってて楽しい、これなんですよね。やす、まあなぜセミオートにしないんだと言われます。なぜリボルバーをキャリーするんだ、それも言われます。相談数はリボルバー6発しかないでしょ、それも言われます。いいんです。リボルバーはロマンなんです。リボルバーはロマンです。そして以前も説明いたしましたが、ハンドガンの距離はですね、だいたい5メートル6メートル、遠くても10メートルぐらいです。それぐらいでないと正直当たらないです。もちろんターゲットが止まっていて直立不動みたいな感じであれば当たりますよ。でもまあ皆さんが考えられる護衛護身という部分ではやはりターゲットは動いてます。これはですね、結構難しいトピックになってしまいます。セミオートがいいのか、リボルバーがいいのか。私個人的な意見であれば、護身であればリボルバーで十分です。というのも、連射して外して他の人に当たる方が私は怖いと思ってるからです。確かにいわゆる緊急事態ないとは言えません。あると仮定した場合、さてどちらにいたしますか。実際のところ日本でもありますよね。日本でもね、治安が悪いところとかあるじゃないですか。相手がなんか金属バットみたいなの持って不審者が歩いてるといったところで、ね、普通逃げるでしょ、警察以外は。これは州にもよりますよ。もちろん州にもよります。ただ基本的に逃げた方がいいです。難しいトピックがあるんですが、銃は射撃というものはスポーツでありメンタルスポーツですよね。好きだというのはスポーツです。本当にスポーツだと思っていただけたらいいです。でこちらでいわゆる護身ができますよっていう感覚のがいいんじゃないかなと僕は思います。アメリカもですね、確かに悪い場所もあります。正直言ってしまえば。じゃあ全てが全て住んでるところ全てが全てじゃあ北斗の拳みたいな形で世紀末みたいなそんなとこが全てかっていうとそうではありません。なので実際にアメリカに来られた時にもちろん日本のように気を抜いてずっとやるっていうのもちょっとまずいですが、
かといって全て恐れるっていうのもまた違う解釈かなとも思っておりますので、実際にアメリカに来ていただいた時にはぜひ、もしそういった機会があればアメリカに来てシューティングする機会があったらぜひやっていただきたいし、その際にはインストラクターのおっしゃることをちゃんと聞いて、ガンセーフティーを守ってやっていけば非常に安全なものですので、僕は銃を凶器だと思わずにシューティングのスポーツの道具だと思っております。アメリカでもこういった言葉があります。これはですね銃は人を殺さない、人が人を殺すんだっていう言葉があります。常に誤信という感じで持っててもいいですか、頭の片隅に持っててもいいですけれども、全て銃イコールもう人を殺す道具だと思っていただけるのもまたちょっとエキセントリックな感じしますし、ハンティングも言ってしまえばね、こちらではスポーツとして捉えられます。やはり射撃は銃というのはスポーツなのかなというくくりでは私は考えております。もちろん銃で人を殺すこともできます。ですが私はあえて言いたい、まずそれを前提に考えないでいただきたい。銃はスポーツです。私はそう思っております。そしてこれからの未来も一生銃を人に向けて使うことがないような人生を歩んでいきたい、そうも思っております。この動画いかがだったでしょうか。この動画よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。そしてコメントしていただける方大好きです。それではまた来週にちゃんと絡ですよ。それでは来週Stay tuned。じゃあね。